はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。東京旅行2日目の朝。東京旅行の動画はいよいよ今回で最終回でございます。初日の昨日、重たいリュックを背負って2万7000歩歩いたせいもあり、私の体はボロボロです。でも、今日の夜は TWICE のコンサート。そんなことは言ってられません。東京都医師会の発表を受け、本日はノーマスクで撮影しております。とりあえずコンサートは夜6時スタートなので、それまでは東京観光をしようと思います。で、降りてさ、そこでさ、今日も例によって私のガイドをしてくれるのは、東京在住のミスタービッグ。なぜ彼のあだ名がミスタービッグなのかというと、チンコが馬並みにでかいからです。非常に羨ましい。いやー、それにしても東京のど真ん中にこれほどの自然が存在するなんて驚きです。同年代のミスタービッグも私同様に独身です。そんな我々に言えるのは、圧倒的にパワーが足りていません。すごいね、この道。ということで、我々が訪れたのはパワースポットオブ東京とも言うべきこちらの明治神宮でございます。境内を入っていくと、2人の男女が結婚写真を撮っていました。いやー、とても微笑ましい光景ですね。めでたいですね。おめでとうございます。と、喉まででかかったのですが、私は内気なので言えませんでした。私もいつか1回くらい結婚したいものです。これ階段に引っかかった。階段に引っかかるよりもやばいね。すげえな、この木。すごい、なんか9度だ。立ってる？うん、立ってる。これってあれだね。別に大吉とか何も書いてない。はい。よくわかんない。我々はまだ朝食を食っていません。そこで朝食の会場に選んだのがこちら、築地場外市場でございます。やっぱり旅行で一食くらいは寿司系を食べたいものです。日本人なので。築地の寿司三昧。ところで市場が築地から豊洲に移転になりましたが、場外市場はまだあるんですね。
結構な盛り上がりと人手の多さに驚きました。あ、すごい。赤酢。赤酢は初めてかな。次に我々が訪れたのはこちらの有名な市民ランナーコースです。本当すごいな、この石垣が。私はどうも石垣マニアのようです。高く、そして隙間なく積まれた石垣にとても興奮と感動を覚えます。だってすごくないですか？現代のような機械や道具のない大昔に、これほど巨大な石をきれいに切断し、積み上げる知恵と技術があったことに、派遣の私には到底真似のできない芸当です。ところどころ石の色が違うので、近代に重機を使って整備されたのかもしれません。先ほどの明治神宮と同じコメントになりますが、東京のど真ん中に広がる緑、とても気持ちがいいもんです。いやー、それにしても暑いです。
皇居の次に我々が訪れたのは神田にある松屋というお蕎麦屋さん。ミスタービッグのおすすめのお店です。一応このお蕎麦はお昼ご飯なのですが、築地で食べた寿司から2時間ほどしか時間が経ってなく、正直あまりお腹が空いていませんでした。本来なら蕎麦と天ぷらにしたかったのですが、今回はあっさりと蕎麦だけにしました。歴史を感じるお店で食べたお蕎麦、大変美味しゅうございました。思い出したのが、私は数年前にも東京に来ました。その時、先ほどの天下一品にしようか、ここ鎌倉にしようか悩んで、結局天下一品にしました。初めて食べた天下一品です。でもその時食べたこってりの美味しくなかったことを今でも覚えてます。なんて言うんでしょう。豚の骨をただ溶かしただけのスープ。あれはひどかった。天下一品は今では札幌にもありますが、2014年の1号店ができてから店舗は全く増えてません。っていうかむしろ今年の9月にその1店舗は閉店することが決まりました。同じ豚骨ラーメンの山岡屋は札幌近郊に15店舗、北海道内には54店舗あります。ではなぜ
天下一品が北海道では流行らなかったのか。それは簡単。うまくないからです。夜の外遊に1点だけだ。そんな私は鎌倉のラーメンは美味しいと思いました。札幌にあれば月一で食べたいものですね。しかもさ、今日まで結構飲み会入れて、あとは自由にしようと思って。今日もさ、北海道の酒松のオリーブの工程をあったね。あれがね、まず最高だったね。だけどさ、すべやなくても娘なんですよね。リスナーです。So that because they know if I know, it's going to be happening.先ほどお参りをしていた時のことだったのですが、二礼二拍手一礼をしている人たちがいました。日本人で、しかも結構な割合で。皆さん、ここはお寺です。ということで、2回にわたってお届けしました。オーノマンの東京旅行はいかがだったでしょうか。すでに買った飛行機代やホテル代を除く、この2泊3日のみで使ったお金をご紹介しますと、食事代約1万5000円、交通費やお土産代約1万円、使途不明金約3万円、
ちなみにこの2泊3日で歩いた歩数は6万7000歩。1週間は足の筋肉痛が続きました。そして東京旅行から1月経ちますが、相変わらず私はコロナになりません。旅行に行こうが、マスクをしてなかろうが、コロナとは関係ないのです。だから皆さん、これからはどんどん旅行に出かけて、もっともっと経済を回していきましょう。ということで、こんな旅行好きの派遣のおじさんに興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。